はい、JMA の吉田です。今日はですね、崎谷先生とメイクについてお話をしたいと思います。崎谷先生、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。はい。で、今日の資料なんですけど、ちょっと出しますね。よいしょ。はい、こちらですよね。はい。夏のメイクのお悩みということで、今日はテーマにはい。させていただいたんですけど、まず最初に、はい、このちょっとね、プレストパウダーのお話をしていただいてよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。皆さんも最近突如ちょっと気温が上がってきて、やっぱり汗かいたりですとか、お外にお出かけされるときに一番気になるところ、お化粧崩れが気になる時期だと思うんですが、皆さん何か対策をされてますでしょうか？私がこの夏、自分自身がちょっと去年よりも屋外に出ることが多いので、自分自身が使ってすごく良かったアイテムとして、CP のプレストパウダー、プレストファンデーションというもののお話を今日はしていければいいかなと思います。ははい。ここに出てい、るのは目的ですね。そうです。この4つの点はい。が、なぜプレストパウダーを使うとはい。効果的なメイクができるのかっていうところはい。になってきます。はい。で一つずつお話しするんですけれども、はい。まず、この一番上のメイク崩れ防止というところですね。はい。特にもうほとんどやっぱり暑くなってきて、女性は特にお外に出るとき、日焼け止め塗って、はい。下地塗って、ファンデーション塗ってっていう風にお顔にたくさん塗ることが多いと思うんですけど、はい。どうしても寒い季節と比べるとお化粧崩れるのが早いですよね。汗をかいちゃうので、そうなった時に最後の仕上げとしてファンデーションの後に塗るプレストパウダーっていうアイテムになるんですが、このパウダー状のアイテムをお顔の上に乗せることで、はい。崩れてきた時汗ですとか、崩れる原因になる皮脂とかをパウダーでキャッチしてくれるようになってます。なので、そのメイク崩れ防止っていうところが一番大きななるほど。しおりの原因に、理由になるかなと思います。はい。2番目に載せてる毛穴とくすみのカバーっていうところなんですけど、はい。これは CP のファンデーション、すごくもう皆さんお使いで分かるように優秀なので、はい。ファンデーションだけでもすごくカバー力が高くて、うん。もう例えば冬場の乾燥する時期ですとか、そういう時期は私もファンデーションだけで十分だと思いますってお伝えしてるんですけで、ど、やっぱり夏場崩れることを前提としたときに、ファンはい。デーションだけだと心もとないかはい。なっていうときに、うん。よりプレストパウダーのさっきお伝えした粉状のアイテはい。ムをお顔にのせるっていうひと手間で、はい。ファンデーションの上にもう一つベールがかかるようなイメージになっほうほうほてきます。なので、ファンデーションのカラープラスワントーン明るいカう。はい。ラーリングにお顔を作ることができるので、お外に出て、皮脂が出て、汗が出て、くすうん。んでくるものをワントーンアップで最初に作っておくこほう。とで、少しずつカバーしていけるようなるほなイメージになります。ど。はい。ね、あとはその自然なハイライト効果っていうところは、はい。ちょっと明るめのファンデーションに対して、はい。明るめのプレストパウダーを使用することによはい。はい。って、なんていうんですかね、海外の方がしてるような、がっつりしたコントゥアというよりは、お顔全体がパッと明るく見える。全体うん。的に外の光が当たった時にお顔周りが明るく見えるなっていうようなハイライトの効果が望めるかなと思います。あとはその一番下のところ、私はい。が実際実感したお話なんですが、メイク直しがすごく簡単だったっていうとこほうろほうほう。が、私が感激したところがまずなるほ一つあります。こど。はい。の簡単なメイク直しっていうところについては、次のスライドで詳しくちょっとお話をお伝えできればと思います。そうですね。はい。はい、こちらですね。この CP ファンデーションとの組み合わせで最強っていうところなんですが、はい。私、ちょっと先月、最初、月の初めにちょっと野外のライブに行ってきまして、ものすごい汗かく前提で行ったので、ちょっと実験してみようと思って、はい。顔の半分は CP ファンデと CP のプレストパウダーで行ってみはい。て、こっちの半分の方を市販のファンデーションと CP のペはい。レストパウはい。ダーで行ってみたんですね。はい。で、もう大体午後の3時から夜の9時ぐらいまで野外でライブを見ていたので、はい。はい。もちろん体中ドロドロだったんですけれども、CP ファンデと う CP のん。パウダーの組み合わせの方の崩れ方、もちろん一切崩れなかったですっていう風なことではないんですけうん。ど、崩れ方がすごく綺麗だったんですね。ほうほう。っていうのも、こっちの市販のファンデーションを塗ってうん。る方っていうのは、市販のファンデーションっていうのは基本的には油でできはい。てるものになるので、汗と皮脂と混ざった時にすごくこ
なんですかね、溶ける感じ。ドロドロドロっと溶けていて、全体的に乗ってるチークですとか、アイシャドウとかアイブロウもドロドロドロっと溶けるようなイメージだったんです。結構こうドロドロっと崩れるようなイメージで、何回もこうちょっとタオルで押さえたんですけど、それでもダメで、ただこっちの右側に うん、CP ファンデと組み合わせた方がすごく綺麗で、こう、その上に塗ったものはセットされたまんま、うん。汗と皮脂が浮いてくるようなイメージでした。ほう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 。なので、ここは多分その CP の一番の特徴であるお粉の一つ一つがコーティングをされてるっていうところの効うん。果がすごく現れてるなと思ったので、もうファンデーションも、うん。パウダーもライン使いといって うん。 CP ファンデのブランドでライン使いをしてもらうことがすごくおすすなるほど。めかなとはうん。身をもって思った出来事でした。うん、すごかったです。全然違はい。ったので。で、次が、うんうん、これですね。できてそうですね。しまったシミやうんうん、そばかす。そうです。これはもう本当に皆さんお悩みだと思いますし、うん。なかなかこう、もうしっかりとお顔にできてしまったシミとかそばかすっていうのを消すうん。のに、やっぱりレーザーを使ったりですとか、ちょっとこう美容皮膚科の方にかかって、うん。光を当てて消すっていう、焼いたりですねっていうイメージになると思うんですけうん。ど、悩み方は人それぞれなので、消してうん。しまった方が、すっきりする方はそういった形で美容皮膚科の方にうん。ケアにしに行ってもいいと思うんですが、最初のケアとしてやっぱりメイクでカバーできれば一番いいと思うんですよね。はい。こう痛い思いせずうに、お金ん。もそんなにかからずに、自力でカバーできるっていうのがやっぱりいいところかなと思ううん。ので、うん。できてしまったシミやそばかすをうん。こうどうやってカバーするのか。今まで前のスライド2つでお伝えしたのは、うん。夏場にファうん。ンデーションとかお化粧が崩れなくするうん。うにはどうん。したらいいかうん。なっていうカバーのイメージだっうん。たんですけど、これからお伝えするのは、できうん。ちゃったやつをきれいに隠うん。すにはどうなるほど。したらいいかなっていうことをお伝えできればと思います。はい。で、こうんうん、こですね。そうです。ここでやっぱり活躍してくるのが、コンシーラーとコントロールカラーかはい。なと思います。で、はい。以前の CP のお講座でも、コンシうん。ーラーもコントロールカラーもすごくこう人気なものだったと思います。皆さん作られたことがあるかと思うんですけど、はい。こう作ったものをどうん。うやって使うのかっていうところがはい。やっぱり難しいうん。部分かなと思いますし、うん。このコンシーラーとコントロールカラーっていうところがうん。どうしてもこう十人十色のお悩みなので、どういうしたらいいですよっていうふうにざっくりおうん。伝えするのがちょっと難しい分野なるほになります。ど。もう、なので、私もそうなんですけど、会長も以前おっしゃってたんですが、こううん。シミがやっぱり気になるじゃないですか。はい。ですよね、こうできてしまって、うん。特にお顔の中でもうん。一番視線を集める目元にできやうん。すいお悩みだと思うのうん。で、そのできてしまったシミっていうところなんでうん。すが、シミっていうのがお顔のお悩みの中で一番その色合いが違ったりですとか、うん。大きさが人によって違ったり、人によっては片方にちょっと大きめにある、でも人によってはそばかすみたいにこう広がってるとか、看板みたいになっちゃってるっていううん。ようなお悩みがすごくそれぞれにあるものなので、そこに合わせてうん。色味とカバーの仕方とが全く変わってきます。なるほど。うん、ただ、それも CP のうん。アイテム、さっきライン使いをおすすめしたいですってお伝えうん。したと思うんですけうん。ど、ライン使いでコンシーラーを使ってもらうことで、さっきおうん。伝えしたその崩れにくさっていうところをかなり保持できると思うので、こう例えばクマやシミもそうなんですけど、うん。汗かいて化粧落ちてたら結局出てきちゃったじゃんってならずに済む。朝お化粧してお家に帰ってくるまで、あ、うん。全然出なかったなっていううん。風に仕上げられるのがやっぱり CP の素晴らしいところだと思うので、うん。うん。うんうん、すごくこうライン使いで作ってみられるのがおすすめかなと思いますね。ね、わかりました。じゃあ、うん、まあ、今日こういう形で、まあ、皆さんにね、少しでも知っていたうん、だくかなと思ってやったんですけど、次回は、こうやっぱメイクでこう、今ね、ファンデーション塗った後にここにハイライト入れるよとかいろいろありますよね。今、そうです、流行りとそうです。言いますか、いろいろね。で、そういうのを知りたいっていう方もたくさんいるので、ぜひ、うんうん、崎谷先生に、まあ、そういう、まあ、今のメイクの仕方みたいのを、うん、教えてもらってもよろしいでしょうかね、実際ね。もちろんです。実際はい。お見せできればと思います。そうですね。はい。今日もありがとうございました。はありがとうございい。ます。で、崎谷先生の講座なんかは下の説明欄にありましたら URL をつけていきますので、ぜひはい、ご覧になってください。よろしくありお願いしがとうございます。ます。はい。